今日はですね、I Like Movies っていう、カナダ映画について喋ろうと思っています。ネタバレを、含みますので、まだこの作品を見ていないという方は気をつけていただければというふうに思っております。で、この作品は2022年の9月にトロント国際映画祭で初上映されてですね、カナダでは2020年、23年の3月に劇場公開されました。日本ではつい最近の2024年の12月27日から公開されていてですね、今日は1月4日なので、公開されてから、7日ちょっと経ったのかな。現在も絶賛公開中という、新作映画でございます。で、監督脚本は、本作は長編映画が初めての、チャンドラ・レバックという、カナダの、女優監督と。で、今回主人公のローレンス・クエラーを演じてですね、一躍人気を集めている、のが、アイザイア・レティネンという、若手の俳優ですね。ちなみに彼は意外なことにラッパーとしても活躍しているということですね。で、そのローレンスをですね、優しく教え諭してくれる、レンタルビデオ屋の、店長役を演じたのは、ロミーナ・ドゥーゴという方ですね。で、母親役はカナダとかアメリカの映画業界で長年活躍しているクリスタ・ブリッジと、いうことですね。で、親友のマット役はパーシー・ハインズ・ホワイトという、子役の時から結構活躍されている、俳優だそうですね。そんな感じになっております。で、今回はですね、ゴーストワールドという、2000年代初頭の青春映画と比較してですね、この作品を、語りたいと思いますので、まだ見てないという方は、注意していただけると、幸いですという感じです。で、僕はこの作品を見る前まではですね、ゴーストワールドに似たようなストーリーなのかなと思ってたんですけども、実際にはちょっと違っていたのかなと思います。サブカルチャー好きの主人公のオタク高校生がですね、独りよがりな毒舌を、まめき散らしてですね、親友は最初はノリノリで付き合っているんですけど、そのうちついていけなくなって離れてしまうと。そういうところは、ゴーストワールドとほぼ、一緒なんですけども、映画のエンディング、物語の帰結の仕方が全然違うんですよ。ゴーストワールドのエンディングはですね、主人公がいつまでも自分を貫き通してですね、住んでいた田舎町からですね、遠いどこかへと、旅立っていく、そういう描写があるんですね。しかし、本作の主人公は、あんなに嫌がっていた親に勧められていた、カナダの大学に入学してですね、あんなに尖り散らしていた、性格が、ちょっと嘘のように丸くなってですね、大学では新しい交友関係を築いていくと。そういう感じなんですね。しかも、映画なんて全く興味なさそうな、演芸好きな女の子と気軽に話したりしてですね、高校時代にはですね、親友のガーフレンドにですね、対して取っていた、すごく見下していた態度とは、180度違うんですね。で、ゴーストワールドの主人公のいいのだったら、そんなことにはならないなと思いますね。親に勧められていた大学の入学を、絶対に断っていたと思いますし、たとえ入学したとしても、園芸好きな人と仲良く話すことは絶対にないだろうと思います。でも、このローレンスとイーニードというのは、性格は違えど、この物語の途中まではほぼ同一人物だったんですよ。だけどなぜか、2人の行く末が違ってしまったと。その理由はですね、2つあると思うんです。で、その2つの理由をちょっとこれから説明できればなと思っております。で、1つ目はですね、大きな失敗をしたかどうかですね。イーニド、ゴーストワールドの主人公のイーニドの失敗は、出品した作品が原因で、専門学校の入学が取り消されたくらいでですね、本人はそれほど気にしていなかった、感じだったんですね。それに対してローレンスはですね、自分のミスが原因で、バイトしていたレンタルビデオさんにですね、泥棒が入ってしまうと。これによって同僚がクビになってですね、それがトラウマになって、自分自身も結局、バイトが続けられなくなってしまうと。ある意味、ローレンスは社会的制裁を受けて、大きなショックを、受けたんですけれども、
いい2度は、美術学校が行けなくなっても、特に最初から、死亡していなかったので、そんなにはショックを受けていなかったということで、この大きな失敗をしたかどうかっていうのは、まず、イーニードとローレンスの違いがあるというふうに思っています。で、2つ目はですね、周りに理解のある大人がいたかどうかです。で、イーニードの周りには、家族、いるんですけども、父親は優しいんですけど、気弱であんまりイーニードに深く入り込んでこないしですね。お母さんはいないんで、父親に最近、ガールフレンドができて、いるということで、お父さんの中でもイーニードのことは二の次になってしまっていると、そういう状況があります。で、イーニードは、ボーイフレンドは、いたんですけれども、彼も趣味の中で閉じこまっているような人でですね、イーニードの人生に深く入り込むようなことはしませんね。で、イーニードが自ら強く殻の中に閉じこまってるっていうこともあるんですけども、結局周りの大人で、イーニードの気持ちを理解してくれる人っていうのは、現れなかったということですね。その点、この作品の主人公のローレンスっていうのは恵まれているかなと思います。レンタルビデオ屋の店長はですね、体当たりでローレンスに働くことやコミュニケーションを取ることの大切さを教えてくれますし、母親は、その自閉症気味のローレンスのことをですね、いつも気遣ってですね、ローレンスが、きつく母親に対して当たってきてもですね、許してあげると。で、レンタルビデオ屋に送り迎えしてあげたりですね、お店の中で、パニックになってもですね、助けに行ってあげたりと、ローレンスのことをいつも、気遣って、いつも助けてくれる、頼りになる存在というような感じでしたね。つまり、イーニドとローレンスの違いっていうのは、社会と交わってですね、いいことも悪いことも、経験したかどうか。つまり、社会経験が、あるかないかの違いのような気がします。社会をある程度経験したおかげで、ローレンスは、尖りまくっていた性格は丸くなってですね、いろんな人とコミュニケーションを取れることになったと。で、逆にですね、社会を経験していなかったせいでですね、イーニードは尖ったままの性格でですね、新しい世界へと飛び込んでいくというようなことになりますね。正直言ってクリエイターとして成功するのは、イーニードの方かもしれません。でも、幸せを手にするのはローレンスの方なのかなと、そんなことも思ったりもします。どちらがいいのかわからないし、比較すること自体が間違いなのかもしれないんですけれども、僕はこの、I Like Movies を、見てですね、パッとゴーストワールドっていうのが思い浮かんでですね、イーニードとローレンスの比較っていうのが、ちょっとできるなというふうに思ったので、ちょっと今日は喋ってみたという感じでございます。以上です。ありがとうございました。